ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線の情勢解説。以前から言われていたロシア軍による大規模な攻勢がいよいよ本格的に始まったようです。ただし、私の考える大規模攻勢とは、ある一日を起点として一斉に攻めかかり、飽和攻撃を仕掛けることによって、ウクライナ軍の前線を打ち破るような、いわゆる規律のある作戦のことです。しかし、現実に起こっているロシア軍の大規模攻勢はどうやら、ざっくりとしたそれぞれ思い思いの場所で思い思いの攻撃をする、かなり点でバラバラの規律のない攻勢のようです。そのため、現在のところ、攻勢に出たロシア軍ですが、それぞれの箇所において、ウクライナ軍の猛反撃に遭い、撃退されているようです。今回の動画では、ロシア軍のそうした稚拙な攻撃を元にして、現在のロシア軍の状態について解説していこうと思います。まずはどのような形で撃破されたのか、ロシア軍の状況を見てみましょう。戦争研究所の発表している戦況マップを元にして解説していきます。まず第一に言えることなのですが、ロシア軍の大規模攻勢、南部でも行われるかもしれないという話にはなってはいるのですが、現在のところ、主な攻撃はドンバス地方に集中しています。ウクライナの首都キーウを狙う動きについては警戒はされているものの、実際には今のところ全く動いてはいません。また、南部のザポリージャ州においても攻撃が始まるのではないかという懸念はあるものの、実際には動いていません。というわけで東部戦線の状況だけを見ていれば、現在のロシア軍の攻勢を把握することができます。主な戦域は3つあって、ルハンスク州とハルキウ州のあたり、スバトボ周辺、そして双方にとって非常に重要なクレミンナ。このクレミンナからロシア軍がリマンやイジュームを目指して攻撃を仕掛けている。これが2つ目。そして3つ目がバフムトです。バフムトにおいては、町それ自体はもうすでに半年以上持ちこたえており、いくら攻めかかっても攻め落とせないなということから、ロシア軍はバフムトの周辺陣地を落とすことによって、なんとかバフムトを包囲しようとしています。そして今回少しご紹介するのがブフレダル。バフムトよりも南の地域において、ロシア軍がなんとかバフムトを回避する形でドンバス地方に攻め上ろうとしているその攻撃の一端をご紹介します。さて、ロシア軍が攻めてくるとなれば、これまでは囚人兵を使った歩兵による波状攻撃というものがバフムト周辺にしてよく行われていました。これはウクライナ軍を消耗戦へと引きずり込むための物量作戦で、戦術としては最悪の部類なのですが、ウクライナ軍に武器弾薬を消耗させ、またロシア軍の攻撃によって実際に兵士も消耗しますから、侮れない攻撃です。ただ今回ロシア軍が一気に前線を突破しようと考えた場合においては、戦車や装甲車といったこれまでにはない攻撃が必要となってきます。そうした装甲戦力の投入によって、これまでウクライナ軍が撃破していなかった兵器の撃破報告が上がってきています。ロシア軍の最新鋭の戦車支援戦闘車、ターミネーターを撃破したというものです。このターミネーター、機関砲、機関銃、対戦車ミサイル、グレネードなど、近接戦闘において圧倒的な火力を持って、戦車の苦手とする建物の屋上などからの攻撃や、丘や山といった戦車の視界からは気づきにくい場所に対して攻撃をするなど、戦車と一緒に行動することによって、戦車をより強力にサポートするための兵器です。こちらがロシア軍の発表しているクレミンナに配属したというターミネーターの攻撃受け。森に向かって機関砲を連射しています。実際にこれウクライナ軍の陣地があるかどうかは少しわかりませんが、このような攻撃をもって隠れている敵も一掃するんだというのを見せつけるための映像だと思われます。このターミネーター、基本的には戦車を相手にするというよりは、対戦車ミサイルのような戦車になんとか近づいて攻撃しようとする歩兵を一掃するための攻撃を得意としています。さて、それでは実際の戦場でどうなったかを見ていきましょう。前線で出てきたと思われるターミネーターがおそらくは対戦車地雷を踏んだのか、それとも攻撃によってかはわかりませんが、動けなくなってしまいました。そこにウクライナ軍が砲撃を加え撃破するという動画です。周りに戦車の姿がないことから、おそらくは戦車を支援する戦闘車であるにもかかわらず、しっかりとした部隊編成がなされていないために、このような撃破へとつながったのでしょう。ロシア軍の稚拙な部隊運用の結果だと思われます。なお、クレミンナ方面かどうかはわかりませんが、
ドンバス地方を制圧したいと考えるプーチン大統領は、ロシア軍にとっては最新の戦車 T-14 を前線に送り込んだのではないかとも言われています。T-14 はロシア軍にとって最新の戦車で、最も攻撃力も防御力も高いと言われています。映像が公開されていることから、実際に戦場にいるかもしれないとは言われています。ただし、前線に出てくるかどうかについてはわかりません。何しろ最新の戦車ですから、欧米からの要望によって優先的に鹵獲せよとウクライナ軍側に要請がかかっているかもしれないからです。そのような狙われている状態で前線に出るのはかなりの危険を伴うことでしょう。次に紹介するのがブフレダルに対するロシア軍の攻撃。これまで歩兵による突撃が目立つといった話をしましたが、このブフレダルに対してはロシアの正規軍による攻撃が仕掛けられようとしていました。この映像はウクライナ軍のドローンによる映像で、戦車や装甲車といったものが集結し、ブフレダルに侵攻しようとする様子が捉えられています。しかし、ドローンによって観察されているということはどこを攻撃すればよいといったことも、ウクライナ軍が把握していることを意味します。そのため集まっているロシア軍に対して猛烈な砲撃が行われました。集結したロシア軍は大きな損害を受けて、あっという間に逃げ帰っていきます。ウクライナ軍の砲撃にあって、兵士が亡くなったといったこともあるわけですが、かなりの数の戦車や装甲車といったものが破棄されていきました。この写真だと少しわかりにくいので、残された戦車や装甲車に黄色い丸をつけました。この1枚の写真だけでかなりの数の戦車や装甲車が破壊もしくは破棄されたことがわかります。そして砲撃を受けたこのロシア軍は全体としては30両近くの戦車や装甲車を失ったようです。ロシア軍が全体としてはどれほどの数の戦車を失ったかを見ていきましょう。ロシア運用可能な戦車の半数を喪失か。ロシアはウクライナ戦争の開始以降、運用可能な戦車の半数を失った可能性があることが調査団体の集めた情報から明らかになった。ロシア軍はプーチン大統領の掲げるウクライナ侵攻の目標の達成に苦慮している。オープンソースのインテリジェンスサイトオリックスは昨年2月24日の侵攻開始以来、ウクライナでの軍装備品の損失に関する視覚的証拠を集めてきた。オリックスは今週、ロシアの戦車1000両が戦争で失われたことを確認したと公表。これ以外に544両がウクライナ軍に奪取され、79両が損傷、65両が放棄されたと明らかにした。オリックスのブログに寄稿する軍事専門家ヤクブ・ヤノフスキ氏によると、オリックスが視覚的に確認できなかった損失は集計に含まれていない。ヤノフスキ氏の推計では、実際の損失は2000両近くに上る可能性があるという。ロシアが戦争を始めた時、運用可能な戦車の数は3000両ほどだった。このため、ロシアは使用可能な戦車の半数を失った可能性が高い。まず最初のポイントは、ロシア軍による本格的な攻撃が始まったと見るべきです。なぜならば、これまでは戦線が膠着している状況においては、歩兵による突撃を打ち負かすといった映像などが非常に多かったですし、また戦線がそれ以外になかなか動かないものですから、ウクライナ軍のドローンがロシア軍の陣地の上まで飛んでいって爆弾を落とすといった光景が何度となく繰り返し投稿されてきました。それ以外の戦車や装甲車の戦いといったものはほとんど見られませんでした。それがここに来て急に戦車や装甲車に対する攻撃場面というものが次々と動画が公開されています。つまり、ロシア軍の攻撃がこれまでの歩兵を突撃させる非常に低レベルなものから正規軍による戦車や装甲車をはじめとしたより国家の軍隊としての力を発揮し始めたわけです。ただし同時に今回最後に紹介した記事のようにロシア軍の戦車兵は明らかに質が低下しました。これは去年の2月24日に攻めかかった時のその時の最も訓練期間が長く熟練の搭乗員たちが揃っていた時期に比べると、その半数以上が死傷し、新しい兵士たちに入れ替わっていると考えられるからです。そして戦争が長引くことによって、新しい戦車がどんどんと入ってくるんだけれども、その新しい戦車というのが、ソ連時代に作られた戦車をリニューアルして前線に送り込んでくる、そうした戦車が非常に多いというのもロシア軍の特徴です。そして古い戦車を再生して何とか前線に送り込んでくるだけでは当然
戦力としては十分なものではありませんから、軍事パレード専用だと思われていたような最新の兵器についても、徐々に前線に出さざるを得なくなっただろうと考えられることから、最新の戦車 T14 もいずれは前線に出てくるのではないか。また、生産数が非常に少なく、これまた貴重な戦車支援戦闘車のターミネーターもまた前線に出てきたと考えられます。ただし、ターミネーターの解説について少し述べましたが、これはあくまでも戦車と一緒に行動することによって戦車の苦手としている場面を何とか克服するための支援戦闘車です。ですから、撃破されたターミネーターのように孤立して動くものではありません。そのあたり、兵器をどのように運用するか、運用する側の質も下がっていることが考えられます。ただ、注意しなければならないのは、たとえ稚拙な攻撃であろうとも、物量を持って攻撃してくる相手は非常に厄介なものです。ですから、場面においては、ウクライナ軍がいかにうまくロシア軍を撃退し続けていたとしても、どこかの戦線をロシア軍が打ち破ることができたら、そこを突破点として前線が大きくかき乱される可能性は十分あります。今回ご紹介したブフレダルのロシア軍の攻撃のように、ウクライナ軍が見つけてこれを徹底的に叩くことができれば、ロシア軍の方に今度は攻め疲れというものも十分考えられます。基本的には守る方が待ち構えている分だけ有利であるということも確かなので、攻めるロシア軍が押し切るのか、それとも守るウクライナ軍が絶妙に守りきっていくのか、東部戦線の戦いがどう練っていくかに注目です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。